はい、どうもこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は MacBook Pro の14インチを購入したので、レビューをしていきたいと思います。主に3つのカテゴリーでお話ししていこうと思うんですけれども、1つ目はなぜこの MacBook Pro を買ったのかという経緯ですね。いきさつを簡単にご紹介していきます。で、2つ目はなぜ14インチのプロにしたのかというところですね。で、3つ目は実際に使ってみて気になった点をご説明していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい。では早速ですね、私が実際に購入した MacBook Pro のスペックから紹介していきたいなと思います。私が購入したのは MacBook Pro の14インチになります。チップは M1 Pro のチップになります。で、512GB でスペースグレイのお色味になります。購入価格は23万9800円からになっております。私は特にスペックを上げたりとかはしていなくって、14インチの 512GB の標準スペックで購入しております。はい。ではなぜ私が MacBook Pro の14インチを購入したのかというところの経緯についてお話ししようと思います。端的に言いますと、プレミアプロでサクサク動画編集がしたかったからになります。もともと私は Windows の PC をずっと使っていて、で Windows のデスクトップ PC で動画の編集をしようと試みたんですけれども、プレミアプロを使おうと思ったら、立ち上がりがものすごく遅かったんですね、とにかく。で、さらに、やっと開いたなと思ったら、動画を入れて、実際にプレビューをしようと思ったところ、プレビューもカクカクしちゃって全然動かなかったんですね。で、もうこれはどうにも使い物にならないというところで、動画編集のために MacBook Pro の14インチを購入しました。はい。で、実際プレミアプロはこの購入した MacBook Pro 14インチでサクサク動いたのかっていうところなんですけれども、こちらちょっと画面を共有してお見せしようと思います。はい。それではプレミアプロの立ち上げから画面を見ていきます。プレミアプロをクリックして立ち上がりました。すごい速さですね。で、ここからは用意しておいたプロジェクトを立ち上げていきます。はい、ここもすごいスピードで立ち上がりましたね。はい、特に止まる様子もなく、動画のプレビューも確認ができます。こちらの動画自体は 4K などではなくてフル HD の動画になります。動画の尺は6分半程度になります。動画の上にテキストが載っている結構軽めの素材にはなります。ここから書き出しをしていきます。メディアから形式を選んで YouTube 用に書き出しを進めていきます。読み込みが始まりました。レンダリングがすぐに終わって、ここからエンコードですね。1分後半なので約2分ぐらいでエンコードが終了するように出ていますね。ここからは4倍速になっております。かなり早いですね。1分半の動画とはいえ結構ちゃんとした YouTube 用の動画にはなるので、はい、これで書き出しが終了しました。プレミアプロを開いた状態で Photoshop も立ち上げていきます。こちらも先ほどの動画を作った時に用意した PSD ファイルになります。問題なく編集ができることが確認できます。特に止まる様子もないですね。はい、こんな感じでプレミアプロを立ち上げた状態でも Photoshop はサクサク動くことが確認できます。MacBook Pro の14インチにしたのかというところを、伝えていこうと思います。で、比較されるのが Air だったりとか、あと13インチ、16インチの、プロのモデルになるのかなと思うんですけれども、Air よりもポートが充実している点と、あと13インチよりもスペックが高い点、
あとは16インチよりも6万円安いっていうこの3点で私は今回この14インチプロを購入しました。場合だと 3.5mm ヘッドホンジャックが1点とサンダーボルト3の USB4 ポートが各2点の計3ポートになります。対して MacBook Pro 14インチの場合だと SDXC カードスロットが1点、HDMI ポートが1点、3.5mm ヘッドホンジャックが1点、あと MagSafe 3のポートが1点、あと Thunderbolt 4 USB-C のポートがかけ3点の計7ポートになります。さらに左右に振り分けてポートがついているっていう点がすごく利便性が高いなというふうに感じました。で、外付けでポートを特別に用意しなくっても本体のみで作業ができる点がすごくいいなというふうに感じましたね。外付けでポートをね、準備すると結構大変だと思うんですけれども、うちのプロの場合は、この実際についているポートのみで使うことが結構可能になる感じですね。はい、では最後に気になった点をお伝えしていこうかなと思います。気になった点はやはりこれ重量ですね。こちら 1.6kg あるというところで、ほぼほぼね 1.5kg の大きいペットボトルを持ち歩いてるのと同じだと思っていただければわかるかなと思います。ちょっと片手で持つのは怖いですね。なのでこういう普段はね、こういうトートバッグとかでサクッと出かけることが多いんですけれども、入らないこともないですし、持ち運ぶこともできるはできるんですけれども、これを肩掛けで持ってカフェに行くのは結構しんどいかなという感じですね。しかもこういった保護のクッションなどがないバッグの場合だと、多分ここにハードなケースみたいなのも取り付けると思うんですけれども、それでこのカバンの中に入れると思うんですけれども、さらにそれをつけるとね、重量が増すというところで結構持ち運びは困難な感じがしますね。はい、なので私がもし外でね、この MacBook Pro 14インチを使いたいなっていう時は、このエアーのこの PC 用のリュックですね、もうそもそもクッションが備わっているタイプのリュックに入れて持ち運びをしようかなという感じですね。これで背負っても結構重たい感じがしますね。ただトートとかよりは全然負荷がやっぱり肩の方に軽減されるので、これだったらギリ持ち運べないこともないかなっていう感じです。はい。で、最後に、気になった点は、バッテリー持ちが気になるっていうところですね。公式だと、11時間程度使用が可能というふうに書かれていたんですけども、私が実際使用している感じはですね、プレミアプロ開いて、フォトショップなども開いてっていう形になると、1日に1回は充電が必要かなという感じです。動画編集をメインにされる方とかだと、結構ね、1日1、2回は、充電をしながら作業をする形になるのかなという感じですね。はい、ここまで動画をご覧いただいてありがとうございます。この MacBook Pro 14インチについて今回はレビューしていきました。いろいろとお話をしたんですけれども、結論から言うと私はこれ買って本当に良かったなと思っております。ポートがね、いっぱいある点だったりとか、あとは重量は重たいんですけれども、そういった点がね、気にならないくらい、動画の編集速度はすごく上がるので、私にとってはね、すごく買ってよかった商品だなと思っております。もしね、この MacBook Pro 14インチを購入検討されている方がいたら、ご参考になれば幸いです。ではまたこのチャンネルではガジェット紹介だったりとか、あとは漫画だったりとか、そういったコンテンツ系が好きなので、そういったものを紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。